今日は実食していこうと思います。おー、いい色。めっちゃうまい。こんにちは、さおりです。去年8月にかぼちゃ、10月にさつまいもを収穫して約7ヶ月経ちました。果たして食べられるのか、美味しいのか今日は実食していこうと思います。今はジョンディアを整備し終わったので車庫に戻すところです。よいしょ。そして今日でなんと YouTube を始めて1年が経ちました。ありがとうございます。今日はせっかくの雪景色なので外で料理をします。雪大丈夫ですかというコメントをたくさんいただきました。十勝はずっと雪が降らなかったんですけど、2月の上旬に100センチ以上の雪が一気に降って、さすがにびっくりしました。最近は気温も上がってきて、ようやくいつもの雪景色に戻ってきたっていう感じです。それからハウスの雪はどうしてるのっていう質問もありました。うちでは雪が降った日はジェットヒーターでハウスの中から溶かしています。ただハウスの形や大きさによっては除雪が必要なこともあります。2月の大雪の時には雪の重みでハウスが潰れてしまう農家さんも多かったです。早速料理をしていきます。こちらが去年収穫したかぼちゃとさつまいもです。品種はかぼちゃが栗将軍、さつまいもは紅はるかとシルクスイートを育てたんですけど、今回は紅はるかを用意しました。見た目的には特にさつまいもは変わらないかな。かぼちゃは少し色が薄くなったかなっていう感じです。よし、そしたら切っていきます。この2つは去年収穫後、玄関の日の当たらないところに保存してました。こんな感じ。かぼちゃは収穫の適期が5日くらいしかなくて、それよりも早いと未熟、遅すぎると果熟っていう風に言われるんですけど、よいしょ。去年はこの3パターン全部同じ条件で貯蔵してみました。ちなみにこれは適期に取ったものです。果熟は甘さが乗るのは早いんですけど、長持ちはねしなかったです。早いもので冬を迎える前に傷んだりするものもありました。逆に未熟だと全然傷みにくいんですけど、熟してない分甘みが足りなかったりして当たり外れがあると感じました。当たり外れおりょおりょ、はい来た。じゃーん。おー、いい色。うちで出荷しているのはちゃんと適期に取ったやつを出してはいるんですけど、今年はかぼちゃの規模を4倍くらいに増やすので、播種の時期を細かくずらして順番に適期に収穫していけるような戦略を立てられたので、去年の実験の成果としてはいいデータが取れたのかなと思います。今日はじゃん、天ぷら大好き。 YouTube を始めて1年になるんですけど、今回は始めた理由を少しだけお話しします。始めた理由はいくつかあるんですけど、一番根底にあるのは農業の明るい部分も見てほしいからです。今って発信している農家の多くが農業は大変厳しい、政治的な問題も多いっていう話をしていて、それは
間違いなく大事なことだし、知ってもらうべきことなんですけど、どうしても全体的なイメージが暗くなりがちだなって思ったんですよね。うちの農場も規模がそれなりにある分、リスクもあるし、経費もかかるし、去年みたいな大干ばつが来たら本当に大変なことになります。それでも私は自然の中で自由に生きるこの環境は他の何にも代え難いなって思ってて、どんな状況でもやっぱりこの暮らしが好きなんですよね。だからこそ私の動画では農業っていう分野の明るい部分を伝えたいっていうのが YouTube を始めた理由の一つです。もちろん大変なこともいっぱいあるし、それを隠したいわけじゃないんですけど、もっと自由でポジティブな農業の一面を見てもらえたらいいなって思っています。やば、めっちゃ美味しそうなんだけど、天ぷらってこういうことか。すんごい匂い。次はさつまいもをあげます。最高な匂いがする。完成しました。ちょっとかぼちゃ焼きすぎちゃったけど、もう美味しそうすぎる。やば。かぼちゃからいこうかな。めっちゃ美味しそう。見てこれ。穴開いてる。あ、うん。うん。ちゃんとかぼちゃの味がする。次はさつまいも。いただきます。甘い。めっちゃ甘い。去年ネット販売した時に商品の説明欄に、収穫してまだ間もないからせめて2週間くらい寝かしてから食べてくださいねっていう説明をしてました。それはその方が追熟して甘くなるからなんですけど、同じ説明をかぼちゃが入った箱の中にも紙を入れて出荷してたんですけど、購入者さんから、とても美味しくてもう全部なくなっちゃいましたっていうお礼のメッセージが、商品到着してから1週間後くらいに来て、ちょっと笑っちゃいました。去年の8月に収穫したものでも数ヶ月置いておくとすごい甘くなるっていう。すぐ食べてもいいんですけど、保管できるんだったら置いておいた方がもっと美味しくなるかもしれないです。よし。結果的にかぼちゃもさつまいもも収穫してすぐの時も美味しかったんですけども、それ以上にめちゃくちゃ甘くなっててびっくりしました。最初にも説明したんですけど、今日でなんと YouTube を始めて1年になりました。ということで、じゃーん、ケーキ。本当はホールケーキを買おうとしてたんですけど、まさかの売っていなくてですね、このサイズになりました。一人でお祝いしていこうと思います。またマッチ使うのか。今日でマッチ売りの少女にはなれないな。つけて。
やばいやばい。はい。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear. プリプリプリンセス、ソイの暮らし。Happy birthday to you. おめでとう。いただきまーす。おいしい。ごめんね。むずい。この1年間 YouTube をやってきて、撮影だったり編集でつまずくことたくさんあったんですけど、今もあるんですけど、でも皆さんからコメントをたくさんいただいて、もう本当にね、励みになってます。いつもありがとうございます。私の気持ちとしては、農業をやっている人だけではなく、いろんな方に見ていただける動画を作っていけたらなっていうふうに思ってます。もちろん野菜作りも頑張ります。今年は買いますって言ってくださってる方もいらっしゃるので、皆さんに喜んでもらえるように美味しい野菜を育てていきたいと思ってます。あと今年は野菜の販売はメルカリだけではなくホームページでの販売も考えているので、それについてはまた今後お話しできればなって思います。ごちそうさまでした。ということで今日は外で料理をしてみました。ちょっといつもと変わった感じだったんですが、どうだったでしょうか。最後まで見てくれてありがとうございます。そしてこれからもよろしくお願いします。バイバーイ。